ガソリンの値段って補助が動いてもすぐ変わらないことがあるのだ。そこが一番もやっとするわね。払う側からすると、待ち時間までついてくる感じだわ。車使う人は毎日じわじわ来るじゃん。アーシだったら給油のたびに顔しかめるよ。16日からの出荷分で補助金は1リットルあたり 7.5 円になるのだ。前の週より 4.7 円増えるのね。補助は熱くなるわ。1リットルごとだから、入れる量が多い家ほど差が出るじゃん。全国平均は前の週と同じ 169.9 円だったのだ。増額のニュースがあってもすぐ下がらないのは少し意外よ。こういうのってレジで急に安くなるんじゃなくて後から効く感じだよね。そうなのだ。激変緩和措置は急な値動きの負担を和らげる仕組みなのだ。名前は硬いけどやってることは家計のクッションって感じね。確かにいきなり床に落ちるよりクッションあった方が助かるじゃん。ただ今のところは170円前後の水準が続いているのだ。じわっと高いのが一番困るのよ。気づいたら財布が軽くなるわ。通学でも買い物でも車を使う家はここ結構気にするよね。入れる量が多い人ほど補助の差を感じやすいのだ。まとめて入れる人ほど今日はやめとこってなりそうだわ。みんなは満タン派とこまめ派どっちなの？アーシは迷ってしまう派だよ。僕は空っぽ手前で慌てる派なのだ。次はアルツハイマー病の新しい薬の話なのだ。効き方が今までと少し違うのだ。脳に溜まるものを狙う感じだよね。なんか攻略みたいじゃん。タンパク質を標的にするのね。名前だけで頭がこんがらがるわ。アミロイド β は脳に溜まると関わるって見られてる方で、タンは別のタンパク質だよね。日本ではアミロイド β を狙う薬が2023年に承認されているのだ。じゃあ今回はその先を狙う薬ってことかしら。アメリカのバイオジェンがアメリカや日本などで400人余りを対象に試したのだ。400人余りってかなり広く見てるじゃん。学校の何クラス分だろって思うよ。臨床試験って人に使う前に効き目と安全性を確かめる段階よね。そうなのだ。量や間隔を変えて4つのグループに分けて比べたのだ。重い副作用が報告されていないのはまずホッとするわね。投与した3つのグループではタウが減って進行も 9% から 26% 抑えられたのだ。進行を止めるんじゃなくてゆっくりにする感じか。そこは現実的だよね。岩坪所長も世界初と見られるって言っていたわ。大きい話ね。ただ実用化には最終段階の試験が必要なのだ。ここで同じ結果が出るかが大事ってことだよね。本当に効くなら介護や暮らしの見え方も変わるわ。その先が見えてくるか、これから注目なのだ。次は家族の形がかなり変わってきた話なのだ。一人暮らしの高齢者が増えているのだ。教室でも一人でいる時間が長い子が増えると空気が変わるじゃん。社会でも似てるよね。単身の高齢者世帯が933万5000世帯よ。数字がでかいわ。1986年に調査を始めて以来一番多いのだ。一人暮らしって聞くと静かな感じだけど実際は支えがいろいろ必要だよね。厚労省はパートナーが亡くなることも背景の一つと見ているわ。去年の国民生活基礎調査は暮らしの様子を聞いて全体を見積もる調査なのだ。集め方もかなり大きいので世の中の空気をまとめて見てる感じだわ。全国の5505万8000世帯の中でこの割合なのだ。その中で女性が 62.4%、男性が 37.6% なのも暮らし方の違いが出てる感じじゃん。年齢でも差があるのね。女性は85歳以上、男性は70代前半が多いのよ。一人暮らしでも中身はかなり違うのだ。だから見守りとか買い物支援とか毎日のところが大事になるよね。人口が減る地域だと介護サービスをどう守るかも気になるわ。そこで身寄りのない高齢者への支援を強める方針なのだ。反対に子育て世帯は917万4000世帯で減っていて子供一人の世帯が半分を超えたよね。家族の形が細くなってるというより広がり方が変わってるのかしら。みんなの周りでもこういう変化って感じるのだ。
ちょっとおまけの話なのだ。医療って病院だけのことじゃないのだ。へえ、そんなに広いのかしら。健康を守ったり元気を取り戻したりするためのいろんな活動をまとめた言い方なのだ。診断とか治療だけじゃないんだね。それに厚労省は病気そのものへの対応を医療、毎日の生活を支えるのを介護として分けているのだ。高齢者の話とつながるわね。家での支えも入ってくるのが大きいわ。病院の外でも関わることがあるから思ったより身近なのだ。家族も関わるって考えると急に身近になるじゃん。今日の3本暮らしに近い話ばかりだったのだ。お金、薬、一人暮らし、どれも遠くないのだ。コメントで一番気になった話を教えてね。アーシは高齢者の支え方が気になったよ。概要欄にリンクも置いてあるわ。気になるところを見返すと話がつながりやすいわね。じゃあまた次回なのだ。夜更かしの相手はまた僕たちに任せるのだ。